雨です。今日の話のテーマですけども、最近、ロードバイク、グラベルロードで、あちこちね、キャンプライドしたりとか、なんなりしてますけども、どうして2泊3日とか3泊4日とか、そういう旅を使うときに、このチネリを使うのかっていうのをですね、今日はご紹介したいと思います。ここにね、2台、ロードバイクありますね。トレックのドマーネ、そしてチネリのキングジデコがあります。はい。ドマーネにはアルテグラの DI2 がついてて、キングジデコには GRX の DI2 がついてます。で、どっちもすごいいいコンポなんですけども、ちょっと一回こいつをずらして、こいつを取らして分かりやすくお見せしましょう。旅をする上でですね、やっぱりあってほしくないことは、個人的にはトラブルなんですよね。はい。とにかく機材面のトラブルがないに越したことはないと思います。機材トラブルがあるだけで、時間もロスになるし、精神的にも疲れちゃうし、めっちゃ充電してる。いいことは全くないですよね。基本的にはデメリットしかないし、機材トラブルっていうのは。その機材トラブルを極力なくすために、僕はいつもキングジデコを使って走ってます。はい。で、キングジデコは GRX っていうコンポを使ってるんですよね。僕の GRX はフロントがシングル1枚になってます。フロントの変速がいらないです。カチカチって一気に重くなったり、一気に軽くなったりはしないです。全部後ろで重くするのも軽くするのもこれだけでやります。これに対してドマーネに関しては、アルテグラ2枚になってます。なので変速機が1個ついてますよね。フロントが2枚あることで、DI2 に関してはめったにないですけども、フロントが落ちるっていうことがね、あります。皆さんもありませんか？走ってて変速してて、急にカラガシャンみたいな感じでフロントが落ちちゃうことが稀にあると思うんですよね。もうそれですら個人的にはストレス。うわー落ちたやったーってなる人はいないと思います。さすがに極力シンプルでトラブルをなくすためにフロント2枚ではなくフロント1枚の、GRX にしてます。フロントシングルのものって最近のものは、ナローワイドって言って、このシマのナローワイドって呼び方かどうかは忘れちゃったんですけども、刃が一個一個ズボあって、そこにチェーンがね入ってると思うんですけども、それがプラスっぽくなってたりマイナスになったりとか、形がですね違うんですよね。一個ずつチェーンが落ちづらい仕様になってます。結果ストレスになりにくいっていうですねメリットがあります。後ろをかなり大きめのギアをつけてます。40の42かな、そこらだったと思うんですけども、とにかく大きなギアをつけてます。なんでとても軽いギアにすることができるので、上りがきつい時とか荷物がいっぱいある時ってより上りがきついんで、そういった時でもなるべく負荷を下げるためにこの仕様にしてます。これがアルテグラだと、僕のやつは32かな35か、こっちでもかなり大きなギアがついてるんですけども、上りに関してはこっちの方がやっぱ楽っすね。旅をするときは個人的なフロントシングルがかなりおすすめですね。これに関しては僕は全部のバイクに統一してるんですけども、チューブレスレディでシーラント入れてチューブレス化してます。僕のバイクは全て。これなぜかというと、ギアの変速で落ちるっていうストレスもあるんですけども、パンクっていうのもどうしてもねリスクとしてはつきものだと思うんですけども、そのパンクの心配をほぼなくすことのできるのは僕はチューブレスだと思ってます。チューブレスにシーラントを突っ込めば、よっぽどの穴じゃない限りは、大丈夫です。はい。これがチューブ入れてると、もう画鋲の穴が刺さっただけでもダメですけども、シーラントさえ入れてれば、画鋲ぐらいの大きさだったらもう何発当たっても、大丈夫です。全部穴の開いたところを一瞬でシーラントっていう、白い液体があるんですけども、それが埋めてくれます。で、実は僕、しまなみのライドの時に、実は一回、こんなぶっとい釘が刺さったんですよ。大きさで言うと、太さ的にはリアルにこんぐらい、かなり太めの釘が刺さってたんですよね。これ一発アウトですよね。長さ的にはこんなものかな。ちょっとブスって刺さってて、カチってなってたんですけども、ちょっとこれやべえかもなと思ったんですけども、いざ抜いたら、やっぱり多分タイヤって、ゴムだから収縮性があるんでしょうね。キュッと締まって、さらにそのキュッと締まった微妙なちっちゃい穴をシーラントが埋めてくれて、一回も空気補充することなく、しまなみというか瀬戸内海の旅もね達成することができました。クリンチャーだったら完全にアウトですね。一撃必殺でアウトです。
だから旅をする上でやっぱり機材トラブル極力なくすためにフロントシングル、そしてチューブレスでシーラントを突っ込んで極力パンクのリスクも減らすっていうのが個人的に、とても大事なことだと思ってます。これは普通のライドでも同じですけどね。でもね、ぶっちゃけそんなもんですよ。もう旅とかライドの時のトラブルっていうのはチェーン落ちかパンクぐらいだと思うんですよね。不意のトラブルっていうのは本当そんなもんだと思うんで、個人的にはその2つさえ注意してれば、普通にライドする時でもトラブルをね、極限まで落とすことができるんだなと。万が一チューブレスカーでもうダメなパンクだった場合はチューブ入れれば治るんで、ぜひね、個人的にはチューブレスか、そしてシングルスピードかを強くおすすめします。ということで、ちょっと雨なんで、今日は久々にちょっとおしゃべり動画だったんですけども、すいません、鼻水出ちゃった。はい、小屋でたまには気分転換にと思って、動画撮らせていただきました。はい。もしもね、参考になった方、ぜひ試してみてください。グッドボタン等々よろしくお願いします。それじゃあ、今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。